前回のあらすじ。戦国時代に入る前に戦争をしまくった天皇家。おかげで戦国時代に入る頃には日本列島各地に勢力を拡大。そんな無茶をしてただで済むはずがなく、過剰拡大で54カ国から包囲網を組まれたのだ。普通ならここで諦めて終了だが、私はすごいからな。この54カ国連合の攻撃を跳ね返し戦争に勝利したのだが、その後も30カ国連合が組まれ心が折れて、ここで1回目の再走だ。つまり負けたと。負けてないやと取り乱した。肝心の再走した結果はどうなったのだ。ほぼ日本列島統一まではこぎつけたんだが、常備軍の持ちすぎで財政が急速に悪化、破産して税収が低下、さらに破産しやすくなるという最悪な破産ループに入って、また心が折れたところまでだったが、なんでそんな極端なことしかできないんだ。まあ侍だしとりあえず今回は前回の反省を生かして再走2回目だ。済んだもんなのだ。中物類だ。というわけで3度目の正直。今度こそ日本列島を統一してやる。まずは南北朝時代からなのだ。かかってこい、南朝の裏切り者。早速吉野に大和軍を派遣。あとは前回やった通り役立をして戦勝点を稼ぐのだ。そして戦勝点を稼いだら勢力を吉野とはたらいに拡大だ。和平成立。南朝はこれで滅んだのだ。南朝が滅んだということは南北朝時代もこれにて終了。テンポいいな。引き続き北畠にも宣戦布告。そして戦勝点がたまったらまた講和だ。この流れ前回でも見たな。前回と違うのは、建物を建てて大和の勢力を拡大するということ。建物を建てるだけで勢力が広がるのか。どうやらそのようだ。コメント欄で教えてもらったぞ。ありがとうな。この動画は EU 語の解説動画ではなく解説される動画なのか。と建物を建てるだけで勢力が広がっていくんだが、建物が建てられるロケーションには制限があるから、建てられない土地には武力で勢力を広げていくぞ。つまり今回は建設と武力の二刀流で勢力を広げていくと。そういうことだ。いや、建物を建てるだけで勢力拡大できるって知ってからだいぶ楽になったな。それじゃここからは戦争と建物建設しかやることがないから1400年までカットだ。そして1399年末にはここまで勢力を拡大できたぞ。おお、もうほとんど日本全土に勢力拡大できてるのだ。ちなみに足利幕府は国家変態してジャパンファー ADJ 幕府になっていったぞ。は何はともあれ1400年になって応仁の乱だ。ここからは戦国時代なのだ。それじゃあ我々も建物主体国家から領土主体国家になるぞ。もうこれ戦国時代ほぼ終わっただろう。残念ながら戦国時代の終了条件は全ての大名を潰すことだ。引き続き宣戦布告していくぞ。してるんじゃなくてされてるんだよな。とは言いつつも相手は諸戦弱小大名の寄り合い所帯。戦争においては一方的に大和側がボコボコにする流れが続いたぞ。その後も一度の戦争で全ての領土を取り切れなかったジャパンファー ADJ 幕府と再び戦争。名前については置いといて、これで北海道全域を併合できたのだ。そして名和との講和会議で日本列島における全大名を併合。これにより1400年から続いた戦国時代は1429年に終結したぞ。そして戦国時代終結とともに国名が大和宮廷から日本宮廷に変わったのだ。素晴らしい。ここからは日本が海外に進出していく時代だ。すでに台湾に植民地化を行っているのだ。言い忘れていたが現在入植中だ。さらに琉球にも進出。初の対外戦争なのだ。早速高知から上陸部隊が出撃。そのまま奄美大島に上陸だ。見た感じ守備隊はいないようだな。敵は首都にこもっているのよ。だが我々日本軍の圧倒的軍量によってこれに勝利。そのまま講和会議で琉球を併合したぞ。順調そうなのだ。さて、琉球と台湾を勢力圏に置いて外政を始める準備はできた。今後はどこに攻めていくのだ。候補としてはカナン、高麗、東南アジア方面だな。どこが一番攻めやすいのだ。正直どこも攻めにくい。まずカナンなんだが、こいつらバラバラなくせして内部では同盟を組みまくってるから厄介。なんならカナンは土地が肥沃なせいで領土の割に大量の軍隊を持っててめんどくさいな。じゃあ高麗は。現在高麗は元朝の超公国だ。つまり高麗を叩くと元朝が来る。でも元朝も死にかけ出し大したことないのでは。それはそうなんだが元朝の超公国ファンネルがヤバそうなんだよな。特にユンナーあたりのこれ。なんだこの超公国、気持ち悪いのだ。ていうか明朝はどうなってんだよ。いつまでたっても元朝が存在しやがって歴史が変な方向に突っ走ってやがる。じゃあ東南アジアは。中国の上海あたりにあるこの国がフィリピンを中心にほとんど統一してるな。ちなみにこいつはこう見えて列強1位だ。国は外見で判断しちゃいけないということなのか。てかどうするのだ。どこも攻めやすそうな国がないぞ。安心しろずんだもん。朝鮮半島北部この遊牧民国家に殴り込みをかけて日本の勢力を大陸に広げていくぞ。すごい隙間に入り込もうとしてるのだ。その後は柔軟に対応しつつ朝鮮半島に勢力を拡大していくぞ。
ああ、なんだこいつ。蘇州、さっき剣が言ってた上海あたりにある列強1位の国が現状に圧力をかけて日本に禁輸処置を取らせたのだ。工作 EU 語ってそんなこともできるのか。で、さんはあの蘇州の野郎よくもやってくれたな。あいついつか多分ぶっ潰す。多分なんだ。いや絶対いつか潰す。蘇州のやつめって他国に圧をかけて禁輸措置を取らせてくるのだ。禁輸措置を取られた時に日本はどうするか。もちろん資源を求めて戦争だ。禁輸措置を取られて戦争を始めるようになるのは500年もの話だろう。細かいことはいいんだよ。敵は肌とマンチュリー FNR。また国名が変になってる。早速ピンク色の肌に上陸軍を派遣。敵軍はいなさそうだから今のうちに占領して大陸側に拠点を築くのだ。よし、占領できたぞ。と、ここで上陸部隊とそこに偶然駆けつけた敵軍が快適。は難なくそれに勝利。死傷者も我が方200に対して敵方800なのだ。その後も占領された土地を奪還戦とする敵軍を迎え撃ちこれに勝利し続けることで戦勝点を稼いでいったぞ。そろそろ敵本拠地の満州に侵攻すべきなのだ。もちろんそのつもりだ。満州方面の敵領土も占領していくぞ。ああ、やべえ。負けてんじゃねえか。よし、ここで講和だ。講和会議では朝鮮半島の敵領土に加えリャオトン半島、カラフト全土を割譲するぞ。いい感じに領土が広がったのだ。これで北はカラフト、南は台湾までの領土を持てたぞ。これなんて大日本帝国。次はカラス。いや、なんて読むんだこれ。裏って読むらしいぞ。ここら辺の部族って難読だな。じゃあ読み方も分かったところで裏に宣戦布告。早速満州に向けて北進を開始するぞ。剣、暴力港付近で裏と開戦してるぞ。急いで増援を派遣。ちょっと待て、グイッシュを射出してるんだが。多分敵の騎兵のせいでこうなってるのだ。これはめんどくさいことになりそうだ。でもまあ物量で押し切れば勝てる相手だ。が油断するとすぐ負けるのだ。なんで万里の長城が築かれたのかがわかるな。深追いは無益。今回は朝鮮半島の土地さえもらえるようであればすぐに講和だ。思った以上に損害があったのだ。ちょっと戦争で領土拡大には限界を感じたからシベリア方面に探検を開始するぞ。将来的にはオホーツク海を日本の海にする予定だ。まあまだ探検を開始した段階だし、植民地化が完了するのは相当先になりそうだけどな。そして再び準備を整えて高麗に宣戦布告。宗主国の連王朝とその配下の国が敵方として参戦するのだ。日本側の同盟国にハネイ国とベトナムがいるから連王朝とその属国は奴らに任せよう。その間に日本は高麗と戦うぞ。本土から部隊を派遣する間に高麗軍がいくつか出てきたのだ。占領される前に撃退だ。そして冬季が過ぎて山岳地帯を通行できるようになったところで高麗の領土の占領に取り掛かるぞ。冬季の間って山岳地帯を通行できないのか。そうだ、そのせいで朝鮮半島北部は進軍しにくいことこの上ない。冬季の間に日本軍がたどり着けないところで高麗軍が占領しまくるというのは何度もあったな。それじゃあまたいくつかの州を割譲して講和だ。そして停戦期間が過ぎたら再び宣戦布告。ちょうど宗主国の連王朝は内乱中なのだ。攻めるにはいいタイミングだな。それじゃあいつも通り本土から召集兵を連れてきて占領作業を進めるぞ。いちいち本土から持ってくるのが大変そうですな。仕方ないことだ。召集兵は本土の方からしか人数が集まらないからな。ある程度戦勝点が溜まったところでまた講和。今回は義手と安北を割譲するぞ。そんな感じで順調に勢力拡大をしていたらついに日本が列強1位に。やるな剣。まあ私はすごいからな。じゃあ今まで列強1位だった蘇州はどうなったんだ。こいつ軍拡しまくったせいか破産していたぞ。軍拡のしすぎで破産する愚か者め。実流会気分がいい。いや軍拡のしすぎで破産したのは前回の剣もそうでは。黙れ。そして私はそんなに優しくないからもちろん死体蹴りしに行くぞ。これはひどい。ちなみに敵は寧国以外のほぼ全てのカナンの国。普通に厳しい戦争じゃないか。まあ規律とかは日本側が高いからなんとかなるだろう。それじゃあ本土よりまたまた部隊を派遣。第一陣は約3万も1000の部隊だけどこれでも分量に不安があるのだ。すぐに第二陣として4万も1000の部隊も派遣してこれで占領を進めていくぞ。分かりにくいけどちょうどこの頃から蘇州内で貴族が反乱を起こしたようで占領できないロケーションとできるロケーションがあるのだ。列国と蘇州だけでも国の色が似てるのにさらに反乱が起きるとも見分けつかないな。その後も何度か敵軍と交戦したのだがあまりにも中国側の部隊にキリがないからここで講和だ。講和会議では蘇州の持島、先島諸島、上海近郊の土地を割譲するぞ。特に上海近郊は蘇州の心臓部、確実に二度と歯向かえないようにする強い意志を感じるのだ。この戦争で上海周辺を失った蘇州は一気に24位まで転落。無事に列強国から脱落したぞ。よかったね。
そして朝鮮半島北部の日本領で属国を作成。属国に統治を任せた方が反乱対処とかが楽なのだ。とりあえず朝鮮半島北部の日本領は全部押し付けたぞ。そして停戦期間が明けたら再び高麗王国に宣戦布告。まあここまで来ると基本的に戦争で負けることはないんだがな。特に見どころもなくこうは1回の戦争でこれしか領土取れないって、あと何回高麗と戦争すればいいのだ。あと5回くらいかな。もう話すこともないからダイジェストで送るぞ。いや本当に何回戦争してんだよ。言っただろう、あと5回は戦争すると。これだけ戦争して得られたのはほぼ朝鮮半島だけってマジ？朝鮮半島は全体的に併合時のコストが高いからどうしても回数を重ねないといけないんだよな。まあ何はともあれ1581年には朝鮮半島を完全に日本の勢力下に置けたぞ。ここまでめっちゃ長かったのだ。ついでに元王朝からは山東半島もむしり取っておいた。それじゃあとは朝鮮半島の属国を併合して大日本帝国を作って終わりにするか。お、それで切りも良さそうだな。で併合にはどのくらいかかるのだ？だいたい400ヶ月くらいかな。は？そして最後の属国の併合が終わったのは1643年。軽く半世紀カットされたのだ。でもこれにて国境も綺麗になって万々歳。 EU 語動画のパート1の頃からの悲願であった大帝国を作ることもできたな。ちなみに日本周辺の東アジア以外にもオーストラリアやニューギニア、シベリアや北米なんかに植民地を持つことにも成功したのだ。北米植民地内戦してるやんけ。さらにはインド洋のマダガスカルにも植民地を建設中。まさに日本はこれから太陽の沈まない国になろうとしているところなんだな。にしても驚いた。まさか植民地拡大の方もここまで進んでいたとは。まあ植民地化の様子は地味だったしほぼ動画内で映さなかったのだ。それじゃあ最後に日本の詳細を見て回っていくよ。最終的な日本の人口は約3900万人。これって多いのか。北インドにあるデリー王国の5000万人に次ぐ世界2位の人口なのだ。なるほど、かなり多い方の部類なんだな。そして国家の収入は2669ダカットと世界1位なのだ。さすが日本、経済大国だ。そして国内の文化と宗教の構成なのだ。こう見ると文化は最国、つまり京都の文化が一番幅を利かせているが、その次は朝鮮文化が多いんだな。宗教においても神道の次は東方仏教とこれまた朝鮮半島の宗教なのだ。というわけで3回にわたって続けてきた EU 語の日本プレイはここで終了するよ。何度か失敗もあったが、最後はうまいこと海外進出もできたな。本当に苦労したのだ。なんたってまだ EU 語を買ってから日本でしかプレイしていないのにすでに90時間遊んでいるのだ。さすがに日本プレイにも飽きてくるな。だからこの日本プレイシリーズを終わるのにもちょうどいい頃合いなのだ。さて次回はどこの国で遊んでいこうか。ヨーロッパユニバーサリス5だしいい加減ヨーロッパで遊べば。確かにずんだもんの言う通りかもな。まあ次回までには考えておく。そうしてくれなのだ。というわけで今回の動画はここまで。次回の動画もまた見てくれるな。あとついでにチャンネル登録もよろしくなのだ。それではさらばだ。寝るのだ。それじゃあバイバイなのだ。Stop